今日はですね、教育についてちょっとお話をしたいなと思っております。ちょっと X でですね、話題になってたんですけれども、夏休みの宿題っていうものが相変わらず課されているわけですけれども、それをですね、生成系 AI で、宿題やるなというふうに先生が言ってるっていう、すごい本末転倒な話が出てるんで、もうほんとさ、もう教育システム完全に崩壊してるよねって僕は思っちゃうんですけど、僕がね、子供の頃、小学校の頃とか、そろばんを買わされました。そろばん多分5000円ぐらいしたんじゃないかな。授業で使うからって言って、指定の業者からね、いつもの学校指定業者っていう全然商売活動をちゃんとやってないようなですね、ずっと随契約みたいな業者からなんか割高な、だってそろばんなんか大体実務でほとんど使われてなかったんだから、もう教育用にしか使われてないんで、めちゃくちゃ割高なんですけど、その割高なそろばんを買わされて、そろばんのやり方を教えてもらいましたけれども、何の役にももちろん立ってない。なんでこんな電卓でいいじゃないですかって言ったら、いや、指を動かすと頭が良くなるからとか、わけわかんないこと言って、バカなんじゃねえのこいつらみたいな、本当に。小学生でもわかるわ。そんなアホな理屈が通用しないことなんてわかるよねって思ったんですけど、相変わらずそういうことをしてるんだなっていうふうに思いました。手書きじゃなきゃいけないとかね。僕らの時代、シャープペンシルは使えないとかね。鉛筆削りを使いなさいとかね。もうわけわかんない。久しぶりに僕刑務所に入って鉛筆削り使いましたけど、刑務所もまだ鉛筆削り使ってんだと思って、本当に何十年ぶりに鉛筆削り使いましたね。みたいなこともあったりとかして、手書きじゃなきゃいけないっていうのもおかしいし、意味のない年号とか暗記させられたりとかして、最近歴史の解釈変わって研究が進んで、なんか鎌倉幕府ができたのはいい国作ろうか、鎌倉幕府じゃなくなってるっていう話を聞いたりもしましたけど、年号を覚えることに何の意味があるんだと。僕よく講演会で言ってんですけど、あなたの頭の大きさと僕の頭の大きさそんな変わんないでしょうと。だから記憶できる容量なんて限りがあるわけですよね。で、脳は別に記憶だけに使われてるわけじゃなくて、様々なその決断だったり論理的思考だったりそういったものに使われてるわけですけど、余計なことを覚えれば覚えるほどですね、脳で使える量っていうのは減っていくわけですから、無駄なことに頭は一切使えない方がいいんですよ。だからみんな多分頭の使い方が下手くそなんですよね。余計なこと全部覚えちゃってるから、脳で使える部分って少なくなっちゃってるんですよね。結局そのね、計算量というか、どれだけ脳のニューロンをですね、たくさん使えるかっていうのは、その人の頭の良さにつながってくると思います。なので、余計なことを覚えさせるのは本当に無駄。クラウドの時代になって、人間の記憶容量を大幅に超えたので、クラウドでもう検索するのが一番いいわけですよね。計算は電卓でやりゃいいし、調べ物というか、暗記すること、記憶っていうのはですね、全部クラウドにやらせりゃいいわけですよね。そこに来て出てきたのが生成系 AI ですね。こちらの方はですね、さらにその高度な人間でいうところのですね、前頭前野というところでやっているですね、工事の、論理的思考みたいなところまで含めたですね、考えるようなことまで、生成系 AI っていうのはできるようになってきたので、そこでも例えば余計なことをやらなくて済むようになってると。例えば僕プログラマーなんですけど、一番楽しいのはどういうサービスを作ろうかとか、こういうアプリを作ろうとかって思ってる時が一番楽しいんですけど、その後いざコーディングってなると、書き出すのが難しいんですよ。難しいっていうか、書き出すまでがすごい時間かかるというか、すごい精神的なハードルがあるんですけど、今、生成系 AI にやらせるとですね、こんな感じのアプリみたいなのをプロンプトで渡すだけでコードがバーって出てくるんですよね。もちろんまだまだ性能がそこまで高くないんで、7、8割ぐらいしかできてないんですけど、逆に7、8割の下書きこんな高速で書いてくるんだみたいな。で、その後のアレンジとかバグ取りとか、でもバグ取りもやってくれんだよね、最近ね。バグ取りとかセキュリティホールを見つけてくれたりとか、例えばそれ GitHub の機能とかでセキュリティホールを見つける AI みたいなのがあったりとかするんですけど、そういうようなことまでできるようになっちゃってるんで、人間がやる作業っていうのは本当に少なくなってきてるなっていうふうに思いました。つまり何が起こってるかって、生成系 AI って頭の良さをブーストしてるんですよね。だから頭が悪いやつほど使った方がいいんですよ。勉強ができないやつほど生成系 AI を使って回答を出させた方が、だって
多分、下手すると、抽象化の概念とか、例えばしかしとかだがみたいな接続詞みたいなことが分かってないようなことが結構いるんだと思います。小学校まではそれでもみんなのことを考えてというか、先生が割ときめ細やかに見てですね、なんとか学力維持してるんですけど、中学校になると、例えば、方程式とか出てくるじゃないですか。小学校までは鶴亀山なんで、鶴と亀っていう見物があるんで、X とか Y じゃないんで、それなんとか理解できる子供は多いんですが、もう XY になってくると分かんなくなるっていう子は結構いるんですよね。で、そういう人たちに無理やり答えを暗記させて、それでなんとか9大点取らせて卒業させてるから、もう無理に無理を重ねていて勉強嫌いになるし、というような状況なんで、そんなのもう生成系 AI でですね、とりあえず下駄履かせて同じなんですよね。暗記させるのと生成系 AI 使わせるのって別に同じなんで、使い方さえ分かっていれば、それなりに適切な答えを人間として出すことができるんだったらそっちの方がいいじゃないですかと。映画マトリックスで描かれていたエージェント・スミスみたいな、エージェント・スミスに乗り移られちゃう人っていっぱいいたと思うんですけど、あんな感じの自我が薄くてですね、自分で考えることが辛いというかきついみたいな人たちって結構いっぱいいると思うんですけど、その人たちにとっては僕は福音になるんじゃないかなと思います。足が遅い子がいたとして、自転車乗ったら速くなるじゃないですか。自動車乗ったら速くなるじゃないですか。だから、昔はね、例えば運送業って飛脚って言って足が速い人しか運送業に従事することできなかったんですけど、今足が遅くてもトラック運転したりとかできますよね。それと同じなんですよね。つまり頭が悪くて論理的思考とか、その抽象化の概念とかがやりにくい人っていうか難しいと思ってる人にとって生成系 AI がそれを答えとして出してくれるわけだから、少なくともまともな人間として社会でやっていける。これ、結構そういう人たちが X とかで iPhone とかが普及するようになって急速に悪口が増えたんですけど、なんで悪口を言うかっていうと、悪口ってムカつくから反応しちゃうんですよ、ついつい。だから振り向いてもらえる。で、バカなやつって悪口しか思いつかないんですよね。だから人を褒めるってすごく実は高度な、結構頭が良くないとできないことなんですけど、人を貶めるっての簡単なんで、バカでも思いつくんですよね。バカでも思いつくから X とかで暴言を吐いて、でも暴言を吐いたら相手にされるから、それが嬉しいみたいな感じになってるんですが、最近ちょっと変わってきてて、僕に例えば昔クソリプを送ってたような人が生成系 AI を使って僕のツイートをそいつに食わせて、これに対して適切なリプを返すにはどうしたらいいんだみたいなことを聞くと、ちゃんとそれなりの回答をよこしてくれて、それをコピペすれば少なくともですね、まともなリプを返してるように見えるようになってるっていう。それで別に誰もアンハッピーにはならないよね。例えば僕みたいにフォロワーが多い人たちがクソリプにムカついてたのもなくなるし、クソリプしか飛ばせなくて罵倒されてた人も別に罵倒されなくなるっていうことで、世の中多分平和になってくると思うんですよね。多分実社会でも同じような目に遭ってると思うんですけど、僕は生成系 AI のですね、一番最初の結構ヒットするだろうなと思ってるアプリケーションっていうのは本当スマートイヤホンに適切な答えを返す。会話をしていて適切な答えを返す。あるいは女の子を口説いていて適切な口説き方を教えてくれるとか、そういったスマートイヤホンが最初に流行るんじゃないかなというふうに思ってます。カメラを止めるなっていう、作品があったと思うんですけれども、カメラを止めるなの監督さんですね、上田慎一郎さんがTikTok の案件、ショートドラマを作ってるんですけど、そこにお互いスマートイヤホンをつけて、恋愛トークをしてる滑稽な動画を撮ってましたけど、まさにその世界が実際にやってきたんじゃないかなと。ということで、学校の宿題に生成系 AI を使うっていうのは僕は全然いいと思います。ということで、いってらっしゃい。